どうも、放置管理大好きカプラです。おはようございます。前回草原レイアウトを立ち上げて、それから8ヶ月間が経ちました。めっちゃ綺麗に仕上がりました。この水槽、水替えはせず、足し水だけで管理してます。低床掃除も一度もせず、ガラス面の苔掃除は2回くらい行ったと思います。水草水槽って簡単に管理ができなかったり、作るのに苦労するイメージがありますが、かなり楽して作ることができました。前回まではソイルの剪定を行って水草の植栽をしました。今回はそこから8ヶ月間かけてこの水系を作りました。この8ヶ月間の間に何をしたのか。いや、何もしていないんですが、何もしなくてもいい環境をどうやって作ったのかを動画にまとめています。水替えもしないので、通常の水替えを頻繁に行う水槽よりは、地域による水道水の違いによる影響はかなり減らせるはずなので、同じように作っていただければ、同じような結果は出やすいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてください。皆さんの水槽作りの参考にしてくれると嬉しいです。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは、忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。最近、年を増すごとにやることが増え、忙しさは増してきました。唯一の休みは外出し、時たまアウトドアを楽しんでます。そんな私が11個も水草水槽を管理することはほぼ不可能です。そこで始めたのが放置管理です。3日に1回の水替え、毎週の低床掃除、3週間に1度のトリミング、年に1回のフィルター掃除、すべてやめました。水替えをせず足し水のみで管理して、低床掃除やトリミングは数ヶ月に1度、フィルター掃除は流量が落ちるまで放置します。こんな管理を始めて早3年が経ちました。水草水槽を2個管理するのが限界だったのが、今では11個管理できています。相当余裕ができて、仕事と趣味と日常の人間生活が両立できてます。さらに水槽を増やしたいという欲は止まらず、前回12個目の水草水槽草原レイアウトを作りました。今回はこれに水を入れて8ヶ月間管理してみました。早速見ていきましょう。前回はショートヘアグラスの草原レイアウトを植栽したところまでやっていきました。水槽サイズはレグラスフラット450で、横幅45センチ、奥行き30センチ、高さ30センチの水槽です。ソニーケミファのスタンプウッド2つとチャームの組織培養ショートヘアグラスを2カップ使いました。これに水を入れてライトを照らして2、3ヶ月でショートヘアグラスが45センチ水槽に繁茂するっていう計画で立ち上げてます。ただ今回ちょっと変わったことをしました。普通は水槽って立ち上げる方法がだいたい3通りですよね。1つ目はミスト式で立ち上げて、ある程度水草が育ったら水を入れる方法。これ2ヶ月くらいかけてやる方法です。2つ目は水草を植えてからすぐに水を入れて、ライトも照らして外部フィルターなりでろ過する方法です。茶苔とかと戦いつつ生態の力を借りながら水を1ヶ月くらいで仕上げていく方法です。3つ目はソイルと水だけを入れてライトもつけずに外部ろ過で空回しする方法ですね。数週間回した後に水草を植える方法です。だいたいこの3つですよね。ここに立ち上げの方法のレパートリーとして4つ目を追加したいなと思ってやってみました。その方法はフィルターでろ過をせず循環ポンプだけで水を回します。さらに CO2 も点火しちゃいます。さらにライトも点灯して水替えもせず放置します。水が蒸発したら水道水を足すだけです。果たしてこのズボラ管理でどこまで水草をきれいに生やすことができるのか試してみました。はい、こちら2ヶ月後の様子です。前回の動画でショートヘアグラスの植栽をした時に痛めた腰はだいぶ良くなりましたね。
これで水を入れて2ヶ月間経った状態です。特に何もしていません。水を入れてポンプで水を回しているだけです。結構水草がいい感じに茂ってきたと思いませんか？ミスト式より増えるのが早い気がするんですけど、気のせいでしょうか？いやー、気のせいじゃないと思うんですよね。明らかに茂ってきてますからね。周りを見渡すと水槽内に激しい苔、茶苔とかとろろ昆布のような苔も生えてません。ガラス面に生える硬い苔も生えてませんね。どんなことをしたのか解説しますと、植栽を終えた後、他の水槽の飼育水をこの水槽に入れました。そのままだとよどんで水が悪くなるので、小型ポンプを入れて攪拌しました。それとニューラージパールグラスも買って植えました。流木の真ん中にくぼみがあるので、そこにソイルを敷いて植えました。あとはライトも照らして CO2 を5秒1滴程度でゆっくりと点火して放置しました。CO2 点火は化学反応式ボンベを使っていますが、中にドライアイスを入れて使っています。31でもらったドライアイスですね。約2ヶ月このまま放置してきました。水替えは一度もしてません。循環ポンプはもともと1時間あたり600リットルの流量があるんですけども、流量調整ができるので、間隔半分くらいまで流量は落ちてます。ゴミを吸い取ると流量が落ちてしまうので、排水口ネットをつけています。あとは水が減ったら足し水をしているだけです。こんな状況でもショートヘアグラスはだいぶ広がっています。当初ミスト管理も考えたんですが、今回は植栽してすぐに水中で管理を始めました。ミスト管理は水を入れずに密閉することで陸上で水草が育っていい感じになるっていう方法です。ある程度水草が育った後に水を入れて育てます。レイアウトで山とか丘を作ってからすぐに水を入れて循環し始めると、水の流れでソイルが崩れて平らになって山が崩れやすくなっちゃうんですよね。それで水を入れないミスト式であらかじめ水草の根を張らしておくと、水を入れた時に土砂崩れを防いでくれて、レイアウトが崩れづらいという利点があります。ミスト式には他にも利点があります。有機草をミスト式で育てると、水を入れた直後に水草がよく育ってくれます。1ヶ月ほどかけて水草がソイルに根を張った状態になってくれます。こうなると水草が根や葉っぱから栄養を吸収してくれる準備が整ってますので、水を入れた後に早速水中や土壌の栄養を吸収してくれて水草が育ち始めます。水草がすぐに育ってくれるので苔が生える具合がだいぶ良くなります。ただその一方欠点もあります。水草が水上葉として育っちゃいます。これは私は欠点として捉えてます。水上葉で結構茎がしっかりしていて、水中葉に比べてかなり硬いです。そういった硬い茎みたいな竹みたいな茎がずっとソイルの中や根元に残ります。トリミングをすると結構悪目立ちします。私はこれがあまり好きではありません。根元の方からしなやかな水中の葉っぱで維持したいので、有機草を水上葉から育てた場合は、一度水草がきれいに生えたら根っこごと引っこ抜いて硬い根元の部分をカットして植え直しをしています。他にもこういうようにニューラージパールグラスを垂れ下がらせたり、早めに草原レイアウトを完成まで持っていきたい場合は水中で管理する方が繁茂が早いんですよね。ミスト式も結構うだうだ長期間管理してると、卵巣とか苔がソイルに生えたり、流木がカビてきたり、後でメンテナンスが大変になるパターンがあるんですよ。それが嫌で今回は水をすぐに入れました。せっかく流木もあらかじめ水に沈めていたので、わざわざミスト管理して水気を飛ばして乾燥させちゃうより、水を入れても沈んで維持できている状態でさっさと仕上げちゃった方が後々レイアウトが崩れなくていいです。流木の浮き上がり防止にもなります。今回は2ヶ月も水中で放置管理しているのに、かなりうまくいってるように見えます。苔がほとんど生えてません。これは光量の管理をかなり低めに設定しているからだと思います。ppfd でいうと50くらいにしています。
陰性水草を育てるより若干明るい程度です。使っているライトはアクアフレア UVA M300 という RGB と UVA の4色を調光できるライトを使ってます。もともと30センチキューブ水槽用のライトなんですが、45センチ水槽でも使えます。ですがこのライトは4世代前くらいの結構古いライトでして、だいぶ古いモデルになってます。明るさも今と違って1100ルーメンなので、出力 30% くらいで管理してます。今のニュータイプは1500ルーメンあるので、もし同じライトを使ってトライする際は 20% くらいに出力を下げるといいです。概算で300から400ルーメンくらいのライトを水面の10センチ上から照射しているといった感じです。だいぶ暗めにしてます。CO2 も点火して5秒1滴くらいを意識しました。もともとすぐに外部フィルターをセットするつもりでやっていたんですよ。ポンプもしっかり回して香料もしっかりと与えてやるつもりでした。ただちょっと気が変わったんですよね。この小型ポンプだけで水も変えずにどれだけ維持できるもんなのか見てみたくてやってみました。結果2ヶ月経った現在、苔も生えずに水草の状態も上々です。生態はヤマトヌマエビを1匹だけしか入れてません。ちょっと流木にモヤモヤが出ていて、一部分に水カビが張ってきています。5匹くらい入れておけばカビも食べてくれたかもしれませんね。ただちょっとショートヘアグラスの新芽を食べ尽くされてしまうんじゃないかっていう心配で1匹しか入れられませんでした。これでもう 2,3 週間様子見ます。水カビも生えてきてるので、あまり長期間このまま引っ張ると良くないと思います。最後 2,3 週間だけ様子を見たいと思います。ショートヘアグラスは手前の方がまだ茂ってきていないので、この辺りの成長も期待したいですね。それとちょっとエアレーションだけ入れて残りの数週間維持していきます。はい、3ヶ月が経ちました。ほぼ忘れかけて放置しすぎました。ちょっと仕事が立て込んでリアルに水槽に触れませんでしたね。3月末に水槽を作ったので、現在このビデオは夏場の7月上旬です。この最後の数週間でエアレーションも始めてます。日中は CO2 添加しているので、夜間のみエアレーションをしています。小型ポンプのわずかな流量だけで水槽の水を回しています。よく見るとヤマトヌマエビの抜け殻がありますね。なんとかこの環境で1匹生き抜いてくれたようです。そろそろ水を循環しないと水質的にやばいかなと思っています。特に嫌な匂いがしたりとか、そういったこともなく、足尾さんが爆上がりしているっていうこともありませんが、流木の水カビが3週間前と変わりありません。そろそろライトの光量もしっかりと水草を成長させる方向で強くしていって健康的に育ててあげたいです。生態も入れていきたいです。水カビも生えているのでオゾン発石を入れて外部ろ過でしっかりと水を回して活性炭フィルターとかも入れて今より水をきれいな状態にしていきたいです。そうすれば水草が成長しつつより水もきれいになって放置管理しやすくなるかなと思います。それではフィルターをセットアップしていきます。このフィルター選びは放置管理をする上で非常に大事です。使ったフィルターはテトラ VX75 バリュー X75 です。60センチ水槽用で1時間に780リットルの流量を持っています。45センチ水槽にはちょうど良さそうです。というのもフィルターの露剤を詰め込むと流量は落ちるので実際にはそこまで強い流れにはなりません。またフィルターは露剤がヘドロで目詰まりしてからが本気を出し始めます。多少の目詰まりで流量が落ちるようなフィルターはろ過の効果を十分に発揮できる前に掃除をしなきゃなりません。多少過剰ろ過気味のフィルターを使った方がヘドロの恩恵を受けながら流量を維持できるので余裕のあるフィルターを選ぶことが大事です。露剤はエイハイムのサブストラットプロとリング露剤を使っています。それと活性炭フィルターを使います。立ち上げの時に使うとすぐに水がきれいになります。強輪のブラックホールです。流木も入れていますし、立ち上げから一度も水替えをしていないので活性炭を入れてきれいにしていきます。それと発送プレフィルターを入れています。このフィルターは水の流れが良くゴミを確実にキャッチしてくれます。それを適当な大きさに切ってバスケットに入れてます。バスケットの大きさに合わせてカットする豆さはなくて適当に無理やり入れてます。2枚入りそうなんでいいですね。
活性炭はすすいでから使ってください。そうパッケージに書いてあります。私は洗わないで入れてます。炉材の順番は下から発送プリフィルター、活性炭フィルター、リング炉材、サブストラットプロの順に入れています。フィルターの中にも飼育水を入れていきます。私の家には立ち上げて3年以上経ってる90センチスリム水槽がありますので、ここから最強の種水をいただきます。こうすると立ち上げにバフがかかるんでいいと思います。そもそもこの水槽も3ヶ月ぐらい経ってるので、すでに立ち上がってるはずなんですが、水道水を入れるよりかはいいかなということで入れていきます。あとフィルターパイプを設置して完了です。パイプは高さ30センチの水槽で、ソイルが4センチくらいありますので、延長パイプはつけずにステンレスパイプを設置します。ステンレスパイプですとガラスパイプみたいに中に苔も生えないので掃除が必要ありません。放置管理に最高の組み合わせです。このステンレスパイプはゼロの水草のステンレスパイプで、水槽の高さによって延長パイプを取り付けたり取り外したりカスタムできるステンレスパイプです。突出側には油膜取りスキマーがついていて、水面の油膜を水中に吹き飛ばす仕組みになってます。ADA の物販のゴミを貯めるところがないやつのような感じですね。非常にスマートでスペースを取らずに設置できるスキマーパイプです。小型水槽にも向いてます。とりあえずまだ最初の段階なので CO2 添加は5秒1滴くらいですね。ゼロの水草の化学反応式ボンベを使ってます。この中にはドライアイスを封入しています。苔やエロモナス病などの細菌を予防するためにオゾン発生器を導入しています。タッチパネル式なんで難しい設定は特にありません。水槽の水量と TDS を合わせてセット完了です。うちには TDS 系がないので適当に TDS80 くらいで設定しました。お家の水道水の TDS に合わせるといいです。だいたい熱帯魚の数が多かったりすると TDS150 優に超えることがあるので、その点だけ注意ですね。生態とか餌を与える回数が多いお家では実際に TDS 測ってみる方がいいと思います。TDS がね300とか400とか超えるような水槽で使うとブレードの消費もかなり激しいので、できれば TDS が低い水槽で使った方が機材のこのブレードも長持ちします。このオゾン発生器は紫外線殺菌等ほど強い殺菌効果や植物を傷めてしまうほど強い効果はありません。バクテリアにも当然効いちゃいますが、このオゾン発生器はずっと作動しているわけではなくて、数十分に1回だけサクッと発動するだけです。そのため良質なバクテリアの繁殖スピードの方が速いので、ゆっくりとバクテリアを増やしながら苔や病原菌を確実に増やさないようにしてくれるという装置になってます。割とマイルドな効果ですね。なので、すでに生えてしまった苔には効果がありません。これ以上の過剰な繁殖を防いでくれるっていうアイテムです。そのため、エビとかの生態の力を借りるというのが前提になってます。ゆっくりと水槽を作っていくというイメージの優しいガジェットになってます。私は立ち上げでほぼ 100% 使ってます。これがあるだけで立ち上げがかなり楽になります。最近茶苔と戦った記憶が一切ありません。とりあえずライトはこのまま古いタイプの M300 を使って 90% 出力くらいに設定します。概算で1000ルーメンくらいですね。苔の発生具合とかを見ながら、もうあと数週間したら本気の機材に切り替えて成長速度も速くしていく予定です。では現在の様子を見ていきましょう。現在は2024年の11月です。水槽でレイアウトを作ってからもう8ヶ月が経ちました。最初の3ヶ月は小型ポンプだけで管理して、その後は外部フィルターをつけて現在に至ります。かなり綺麗になったと思いませんか？いい感じですよね。これでも立ち上げてから水替えしてないんですよね。足し水だけで管理してます。詳しく水槽の状態を見ていきます。まずは水草の様子を見ていきます。パッと見流木の上に垂れ下がってるニューラージパルグラスはいい感じに増えました。新芽が食べられちゃってる様子もところどころありますね。この水槽に唯一入れている魚、シルバーフライングフォックスの仕業かもしれません。あまり食害されるようだったら他の水槽に移してしまうかもしれません。
ただ現段階では新芽が綺麗に伸びてきていると思います。成長スピードの方が速そうなんで、シルバーフライングフォックスの移動は様子見しようと思っています。ちなみに以前でかくなりすぎたシルバーフライングフォックスがショートヘアグラスの新芽をすべて食べてしまって丸ハゲ状態になったことがあります。この子はまだそこまで大きくないので大丈夫そうですが、様子を見たいと思ってます。シルバーフライングフォックスは強力な硬い苔も食べてくれる能力を持っている反面、水草の柔らかい新芽や成長の遅いプレミアムモスの新芽などをガジガジいっちゃうんで、諸刃の剣です。このニューラージパールグラスの植わっている流木の中にはネイチャーソイルを入れています。栄養系ソイルですね。立ち上げてまだ8ヶ月しか経ってませんので、ソイルの栄養はまだまだあると思います。ですが一応念のため成長を促してくれるカリウムを多く含むイニシャルスティックを差し込んでおきました。ショートヘアグラスも新芽がガンガン育ってくれてます。ところどころ黄色くなってる部分があるんですよね。これは多分ですけど、ソイルの表面に植わってるショートヘアグラスが黄色くなってるのかもしれません。ソイルの下の方に根が伸びているショートヘアグラスは綺麗な緑色をしています。これは最初に植えたショートヘアグラスが少し枯れてきたのではないかなと思います。新旧入れ替えといったところでしょうか。ただ、後ろの山の方を見てみると、手前より黄色くなっている部分が多いです。これは栄養不足じゃないかなとも思いました。最初のセットアップでソイルを2層にしました。下の層にはネイチャーソイルという栄養系ソイル。上には水をきれいにしてくれるサプリソイルを使いました。ネイチャーソイルの方がショートヘアグラスは好きなのかもしれません。後ろの山の方はサプリソイルの厚みが手前より厚く敷いてます。ネイチャーソイルの層までランナーが伸びて届いているヘアグラスもありますので、もう少し緑色で生え揃うには時間がかかりそうですね。一応ところどころイニシャルスティックを入れておきました。水草の様子はこんなとこですね。苔の生え具合はまずまずといったところですかね。苔掃除はこの8ヶ月のうちに2回だけ行ったと記憶してます。記憶が飛ぶくらい掃除してないです。苔が生えないんですよね。掃除した2回も軽くメラミンスポンジでガラス面をきれいにしたくらいです。全然苔がつかないんですよね。ディフューザーを見ていただくと分かる通り、全く掃除をしていないディフューザーなんですが、全く苔がついていません。これはドーメンテディフューザーといって、結構緑の苔がついても泡が出続けるディフューザーなんですよ。掃除をサボっても全然使えるんで放置型水槽向けなんですけど、全く苔が生えてないですね。すごい光量調整がうまくいってると思います。現在の光量設定を見ていきます。ライトは変更しました。アクアフレア UVA Z250RGB-SE2 です。ウィークアクアの RGB に UVA を加えた4色調光できるライトです。点光源ランプが2つついていて T90 のようなスポットライト的な光を出します。そのため水面の揺らぎが水中で反映されやすいです。光の強さは4200ルーメンなんで少し調光は下げて使ってます。調光設定はこんな感じです。赤 26%、緑 33%、青 37%、UVA が 100% で使用電力 54% です。照射時間は9時間で、前後1時間が立ち上がりと立ち下がりの時間です。なので実質7時間 54% 出力で照射しているといった感じになってます。PPFD を測っています。ライトは水面から15センチの高さで照射してます。水深10センチと20センチの場所で測ります。水深10センチはニューラージパールグラスの生えている場所です。ここは PPFD140 から150でした。浮き草が通ると PPFD110 くらいでした。水面から20センチの深さでは PPFD が120。後ろの丘では PPFD が150でした。CO2 が5秒1滴くらいだったんですが、光量に比べて CO2 が低かったかもしれません。そのせいでショートヘアグラスの葉先が茶色くなっているのかもしれませんね。水槽全体に苔は生えないものの、ちょっと光の設定が強かったかもしれません。そのおかげもあって水草はかなり増えましたが、少し光のパワーを落としてもいいかもしれませんね。
ここ3ヶ月くらい非常に強いパワーで育ててみました。今現在十分水草が茂っているので、ここでパワーを落として成長速度を少し下げることで、よりトリミング不要な放置水槽をさらに長期位置で目指していこうと思います。ライトの再調整後は赤 16%、緑 27%、青 22%、UVA100% で使用電力 41% にしました。PPFD は水深10センチで100、水深20センチで70、丘の上で PPFD80 程度まで下げました。CO2 の添加量は変えずに5秒1滴でやっていきます。CO2 はライトの点灯時間1時間前にオン、消灯時間1時間前にオフしています。光の設定は車の運転に似ていると思っています。高速道路のようにスピードを上げればどんどん水草は育っていきます。強い光を当てて CO2 添加量も上げて栄養もたくさん与えると水草はガンガン育ちます。2HR 管理はこういった育ち方をします。逆に一般道はゆっくりと運転するように水草もゆっくりと育っていきます。光は抑えめにして CO2 添加量も少ないです。水草はゆっくりと育つので栄養も多く消費しません。今回の草原レイアウトでは最初低速で運転していましたが、途中から高速道路に切り替えて水草をガンガン増やしました。8ヶ月経って水草も十分増えたので、また低速に戻して一般道をゆっくりと運転していきます。ずっと高速道路で運転し続けてると、ちょっとした変化で大事故につながることもあります。それは生態の量だったり、水草の量が原因で突然大きな変化が現れたりします。毎日こまめに世話ができるならそれでも問題ありませんが、私のように水槽を見る日と見ない日があったり、まめにメンテナンスができない人はこの管理は向いてないと思います。一般道で運転していれば多少の変化があってもちょっとしたハンドル操作で事故を防げるんですよね。その他の管理です。この水槽の水質は GH が2から3、KH が0です。CO2 添加に対する pH の変化に非常に弱い水槽になっています。KH には干渉力があり、pH が急激に変化することを防いでくれます。ですが、この水槽は KH が0なので pH にあまり差が出ないように24時間エアレーションをしています。それと少しカルシウム濃度を上げるのにタンカルが溶けやすい石をフィルターに入れてみました。少し効果が出るといいんですけどね。流木の上に不格好に石が置いてありますが、これはエビの隠れ家です。流木の根元や切り株の内側にも影はあるんですが、こんなところにも隠れ家を作ってみました。生態はエビとシルバーフライングフォックス1匹のみです。エビは川で拾ってきたエビです。南沼エビとおそらくビーシュリンプですね。黒や茶色のしましまや赤のしましまのエビがいますが、これはすべて川で拾ってきたやつです。それがこの水槽で繁殖して今はかなり増えました。これ川にいたんですよね。驚きですよね。完全に外来種ですよね。その川、冬になると入れないくらいものすごく冷たくなるんですが、越冬できたっていうその事実が驚きです。本来南沼エビしかいない場所だったんですが、今年の夏に川に行ったら急にこのカラフルなエビが現れました。なので根こそぎ外来種だけ取ってきました。大まかな管理は以上になります。立ち上げて8ヶ月が経ちました。無事に草原レイアウトが完成しました。今回は綺麗な草原レイアウトだけではなくて、ビーシュリンプの繁殖も一緒に楽しめるという水草レイアウトを作りました。水質は水替えをしなくても非常に安定していて、立ち水だけで管理できています。硝酸塩や亜硝酸もゼロですし、大きな苔類も発生するなんてことはありませんでした。一旦この8ヶ月目で光の設定を長期維持できるような設定に変えて、ゆっくりと育てていく方針に変更しました。水草の成長が遅ければ土壌の栄養消費も少なくなって長持ちしますし、トリミング頻度も少なく済みます。管理も簡単だし、いいこと尽くしです。それこそインテリアの一部として観葉植物を眺めるのと同じように、ただ水を足すだけで楽しめる水槽になります。この様子でしたらまだまだ長く管理できそうですね。今後もこの水槽の様子を追っていきます。月日はあっという間に過ぎてしまうので、チャンネル登録していただいて、
この水槽がどうなっていくかを見逃さないでください。草原レイアウトの放置管理はショートヘアグラスを使うこと非常におすすめですよ。忙しい中でもこういう風にある程度楽をして水槽を管理するとインテリアとして水槽を始めやすいです。皆さんも放置管理水槽始めましょう。